Hello. Hi guys. Welcome back. Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが、日々気づいたこととか思ったことを自由に話していくポッドキャストでございますと。特にここに深い話はございませんので、ゆっくりのんびり聞いてくれたらいいなと思っております。はい。ということでですね、唐突なんですけど、皆さんなんか子供の時に、スなんかクラブとか、なんか入ってました？習い事というかね、やってましたかね？あの、実はね、僕っていうか、小学校1年生から6年生までソフトボールのチームに入ってたんですよね。その地域のっていうかね、宮崎に住んでたので、その宮崎の地区のね、ソフトボールチームに入ってたのね。実は6年間やってたんだよね。こう見えてというか。めちゃくちゃ苦痛だったんだよね。それをなんで思い出したかっていうと、今日朝、運転してたら、ちょうどね、サッカーの練習をしに行く少年たちを見てね、ちょっとその時を思い出したんだけど、で、その時の苦痛さをちょっと思い出してね、今日はそれをちょっと話そうかなと思ったんだけど、まあ、そもそもさ、小1とはいえもう、俺はゲイだったんだよね。そりゃそうなんだけど、あの、スポーツなんかやりたくねえじゃん。大っ嫌いだったからさ、それはもう本能じゃん、もうしょうがないけど。で、やっぱ子供なりのその恐怖さというか、そのもう、スポーツ、団体、他の男の子たちと混じって何かをやるってさ、もう恐怖しかなかったっていうかさ、もうすごい男の世界だったから、めちゃくちゃ苦痛だったのを覚えてんだよね。あのまあ、どうやって入ったか忘れたけど、絶対自分からもちろん入りたいはなかったけど、あの、でも、なんとなく覚えてるのが、そのチームの中に一人、俺がすごく仲良かった友達が、もうそもそもその野球のチームに入ってたのね、ソフトボールのチームに入ってて、その子から多分誘われたんだよね、きっと。で、その時はさ、もちろん、てか仲いいって言って、ちょっと俺はクラッシュしてたっていうかさ、もちろんちょっと一目惚れじゃないけどさ、好きだったのよ、きっと。好きだったのね。イケメン、かっこよかったし。だから、そんな子にさ、野球やろうぜって言われたらさ、やろうぜみたいな感じで、いや、いいよみたいな感じで多分入ったんだよね、きっと。俺もやるわみたいな。そう。そこからが地獄の始まりっていうか、マジで後悔っていうか、今思い出すとね、思うんだけど、そう。それで入ったんだよね。で、ね、なんていうのかな。結構強いチームだったね。なんかお遊びでやるソフトボールチームではなくて、結構ちゃんと大会とかをしっかり目指すチームだったから、練習も結構ハードで、しかもその友達はめちゃくちゃうまかったの。だから、で、その友達の母親と俺のお母さんが仲良かったのね。だから、俺のお母さんも、その子がうまくいってレギュラーとかなるから、俺にすごくお前もいけるだろみたいな、お前もちゃんとあの子みたいになれみたいな感じでめちゃくちゃ厳しかったのよ。だからほんと週3、4とかで練習してて、で、週末は大会みたいな。でもいかんせん。
大っ嫌いだし、どんなモチベーションでずっと続けていたのかちょっとわかんないけど、とりあえずもう日々とりあえずその練習とかこなしてて、でもまあ本当に嫌だったの覚えてんだよね。なんか覚えてるのが、その土曜日とかは毎週土曜日とかはこう、試合なのね。だからさ、休みてえじゃん。で、絶対遊びたかったと思うのよ。ショッピングとかしたかったわけ、俺は。洋服とかを買いに行きたかったわけよ、きっと。でも、もう試合に行かなきゃいけなくて、で、朝めっちゃ早いのね。で、もうそのユニフォームに着替える、もう今でも覚えてるけど、こうソックスを履いて長いさ、ベースボールの、で、こうユニフォーム着て、もうそこからもうなんか戦争に行くかのように、いやもうマジ憂鬱で、で、なんかもうほんと家でこうゆっくりしたいのにさ、着替えて、で、その試合の会場に行くのにこう、そのチームのお母さんたちとか親がね、こう、俺たちを連れて行くのね、その試合会場までね。で、それの集合場所、そのピックアップをする集合場所が、地元のスーパーの駐車場でさ、A コープっていう、今でも覚えてるけど、A コープっていうスーパーマーケットの駐車場にね、朝みんな集まって、で、コーチとかもいるのよ。で、もう、わかる？なんかその、厳しさっていうかさ、野球のさ、セレッツみたいな、もうマジ嫌で。ま、朝から。で、なんか、で、その車にさ、で、俺はお母さんにこう送ってもらって、その駐車場まで。で、その後降りてさ、で、その別の親の車に乗って行くわけよ。試合会場まで。もうその時の切なさっていうか辛さって言ったらもうマジで本当に嫌でさ。ああ、今思い出してもなんかうってなるわ。なんだろうな、もうほんと戦場に向かう気持ちのような、ま、わかんないけど、その、戦争行ったことないからね。ま、でもそれぐらいもうマジで辛くて、試合に行ってたの覚えてる。でも薄暗くて、寒い日も、で、着いたら着いたでさ、その上手い先輩たちのレギュラーメンバーの人たちがいるわけじゃん。で、俺は下手くそだったからさ、いつもレギュラーには入ってなかったから、その人たちのためにさ、こう水を用意したりとかさ、全部道具をこう運んでやったりとかするわけじゃん。ああ、もうなんなのあれマジで。ああ。で、俺はプラスゲイじゃん。もう本当にそのさ、お前やれよみたいな男の感じ、小学生とはいえさ、その男の子たちのさ、このノリっていうかさ、もうそれも辛くてさ、でもそれに合わせるわけじゃん。隠してるからね。ああ、辛い。ああ、もうやだ。なんであれやらせんのみんな。まあわかるけど、親の人たちはさ、まあそういうチームとかそういうね、スポーツをやらせてさ、こう、チームワークとかさ、いろいろ学ぶことはあるんだろうけどね。うん。まあ、だから俺ほんとにどうやって頑張ってたかほんとに覚えてないわ。ま、でも一人だからそのさっきの仲いい友達、でも、俺はちょっと密かにその子に思いを寄せてたんだけど、なんかそういう子もいるからさ、で、そいつは上手いから、なんかそいつにダサいって思われたくないじゃん。だから、なんかそういうのもあって多分練習もしてたんだと思う。多分上手くなって、なんかその好きな友達から「お、みつかっけえじゃん。上手くなったじゃん」とか「うめえじゃん」とか言って「頼りにしてるわ」みたいなこと言われたいわけじゃん。小学生ながらに。だからそういう意味でも頑張って練習してたと思うな。切ないわ。ああ、いや、で、その、お母さんも結構さ、厳しくてさ、
俺の2番目の兄貴は野球をしてたから、なんかそれの流れもあってか、こう、レギュラーに入らせるためにさ、結構力入れて俺にさ、練習させ、俺をこうさ、なんていうのかな、厳しくやってたと思うわ。いや、でもまあ途中でレギュラーとかなってたと思うけど、マジでもう本当に嫌だったな。もう、なんか何もかもが嫌だったな。あの空気、あの流れで試合に行ったら行ったでさ、いろんな他の子たちもいるわけじゃん。他の学校のね、同じぐらいの男の子たちとかがいてさ、まあ何回も言うけど俺、ゲイじゃん。だからもう本当にさ、もう、あの苦痛は耐えられないのよ。マッチョな世界っていうかさ、小学校だからとか関係ないんだよね。もうマジでもう、すげえ毎日おどおどしてやってたと思うわ。だからもう、今日だからそう、朝、その少年たち、練習をしに行く子たちを見てさ、それを思い出して、あ、俺よくやってたなと思って。なんかマジで、なんか、すごいなって思っすごいいいことちゃんとやってたな、俺と思って。でも本当にその時のことを思い出すとすげえ苦痛になる。ああ、やだな。はい。今日ね、ちょっとその話をしたかったんです。ちょっと吐き出したかったんです。今日。なんか、ね、みんな嫌な習い事とかありました？やってたかな？いやいやさ、なんかよくやれてたよね、本当に。なんかもう、子供だから逆にやれてたかもしれないしね、今やれって言われたらもう絶対やんねえもん。本当に。好きにやらせてくれよって、マジで思うわ。うん。まあでも、もし自分に子供がいたら、うーん、入れさせるのかな。自由にやってほしいけど、はい。まあそんな感じですね、今日。なんかもう、すげえ嫌な思い出です。はい。まあ以上ですね、今日は。ありがとうございます。聞いてくれて。いつもね、こんな感じで話していますので、もし楽しんでくれたらですね、ポッドキャストのフォローと、あとは、今 YouTube もね、動画で上げてますので、英語の翻訳も、サブタイトルもつけてあげてますので、そちらの登録も、チャンネル登録もしてくれたら嬉しいなと思います。はい。それじゃあまた次回ですね。はい。それじゃあ、バイバイ。